はい、皆さんこんにちは。リジェクトロト G の時戸でございます。本日はストリートファイターリーグ第10節、我らがリジェクトはホームで、最後ですね、福島いぶし銀を迎え撃つこととなりましたので、そちらの方を振り返っていきたいと思います。今回はですね、リジェクトはホームということもありまして、割とマンツーマンに近い、形で組めたのではないかなと思います。で、僕はもうジョニー完全担当でしたし、レシャーも鳥飯さんだけの担当だったかな。で、フードが、柳井くんと翼、くん大将で出た方。で、梅さんは、それの対象じゃなかった方という感じで、出るようなオーダーで組みました。で、相手チームの実際のオーダーだったんですが、先方が翼樹里、そして中堅が鳥飯ダルシム、そして大将が柳井のベガというですね、割とオーソドックスだったのかな。アウェーで出るんだったらその3人が確率高いのかなという3名が、普通に出てきたということでございます。そういう意味ではね、そんなに大きく読みが外れるということはありませんでした。今回ね、福島いぶし銀、状況的に言うともうプレーオフの目は、なくなってしまっていたので、何やってくるか分かんないなっていう怖さはあったんですが、そこはね、リーガー全体を通して言えることだと思うんですが、そこで変な奇策をやったりせずに、リーグをね、ちょっと荒らすとか壊すようなことはあんまりしてこないんじゃないかなっていうのは、昨今のリーグは特に思うことでございます。いや、今日というか昨日になるんだけど、昨日の梅、謎のニット帽だったね。今日はこれで、このスタイルで行くわとか言って、ははお好きになさってくださいという感じだったんですが、梅さんね、樹里戦、練習の内容というか、勝ってる負けてるでいうと、かなりね、いろんなジュリに対して勝率良かったんじゃないかなと思います。今回もレンさん、ベティちゃん、あとはメグ5くん、メグくん、大体ね3名ぐらいと強いプレイヤーとできると、人目に偏ることもなくいけんのかなと思ったけどね、立ち回りこれ良かったんだけどな。途中ね、これあかんなっていうシーンあったんだよな。ここら辺はしゃあない。試合自体はね、結構コントロールできてたと思うんですよね。この大パンハード。わかる、削りたいのは。でも、それやるんだったら、バーンアウトさせたいね。ここでね、俺も削りもあるよってアドバイスしたんだけど、それがこの梅の判断ミスを生んでしまったのか。足らんかったか。でね、ここら辺ね、この飛びを食らったのが、うわ、これは今日は無理だな、美咲で勝つのは。いや、対空ミスね、俺もね、結構、うわー、これはマジでいいとこなかった。いや、樹里戦ね、自信もあったと思うんだけどな。練習での、手応えと本番での、ギャップ、そういうところをどうやって今後埋めていくかっていうのは、チーム全体を通して、考えていきたいところでありますと。いや、この試合はね、恐ろしいものを見たね。で、これやっぱね、スパー相手。これは、リーグを通して、青美野くんと、はるみーくんの若手2人。しかもタイプも多分ね、性格まで全然違う2人だと思うんだけど、その2人にね、リーグを最初から最後まで見てもらったっていうのは、やっぱ大きかったのかなと思う。バレル戦だから第3節からその2人に来てもらって、そっから最終的に第10節まで
お世話になったから、かなりいい練習が積めたの、それをねしっかりね大会で出すこともできる。それレシャーの強さよね。こういうさオーディクラックって、いやでもレシャーのテリーと対戦するんだけど、また強くなってるわこの人。恐ろしいな。いや本当にね、俺も頑張らなきゃっていう風にね思わせてくれんだよな。あ、バスターボー！ちなみにこれ後ろから帰ってくる炎を食らうんで、この体力限定です。これね調べたんですよ。レシャー倒せる時もしくは戻ってくるアーチを食らってもいい時のみ。これもねそうやってた練習で。いやこれレシャーに狙い撃ちされたプレイヤーは本当に大変だわ。パリ時間がない。わあうまいか。これで、中堅戦はレシャー勝利で、10対10大勝戦となります。はい。でフード柳井の試合だったんですが、条件が何個かありまして、 3-0 だとディビジョン S にいるグッド8スクワットをバトル数で上回ることができるため、もう完全勝利で、3-1-3-2 勝利だとディビジョン S には勝てなくなるんですが、ディビジョン F 内で1位を確定することができるという、非常に大切な試合でございました。で今回は、ラオヤムヤムハイハイシェイシェイ君にわざわざ、ね、奈良から、来てもらって、対戦付き合ってもらったんですが、まあ彼ねいいキャラクターしてますわ。同じ奈良のねちょっとドグラを彷彿とさせるような、まあ関西のいいあんちゃんという感じで、柳井君の動画もね読み込んでもらって、この色でずっと練習してたから、シェイシェイおかげでだいぶねフードも自信がある動きできたんじゃないかなと思います。それでもやっぱ柳井君のラッシュ止めのしゃがみ中パンとか、あとはヘッドプレスシャドーライズからの、それはやっぱりそう予想よりね多く使ってきてて、あと使いどころがうまかった。シャドーライズは少しでも反応が遅れちゃうとフータイプできなくなっちゃうから、これドリームやるじゃないですか。もうキャンセルの時点で一切シンドリームをやるつもりはないんだなっていうのが俺とレシャーで分かって、お互いに目配せするという。 OK さすがでございますフードさんやっぱこいつ強え。最終的なチームの対戦結果は30対10でリジェクトがいぶし銀に勝利する運びとなりました。そしてですね、この時点でマッチ3の結果を待つことなくしてディビジョン F の優勝が決まりました。ということで10節、ペナントレースが全て終わりましたね。結果はこのようになっております。ドン！なんとですね、マッチ3でイクサがゼータに40-0をかましまして、我々、ギリギリね、ディビジョン F、1位となることができました。いやー、結果的にはですね、非常に危ない展開だったのかなと思います。このディビジョンね、リジェクトとゼータが前評判非常に高かったと思うんですが、ゼータは、かけるくんが、出れなくなっちゃったということもあって、かなりね、苦戦を強いられた中、それでも3位に上がってくるのは、これは本当にお見事ですよね。しんどい中、よく踏ん張ったなと、敵ながらあっぱれだなと思います。で、あとはね、その他の4チームの中からどこがプレーオフに上がるのかなというのは気になってはいたんですが、戦がまさかね、アデリーの大活躍もさることながら、ね、響明の奮闘、そしてアクアもなんだかんだ言ってね、要所できらめきを見せるというね、全員が全員活躍して290ポイント。これはね、プレーオフ、戦ゼータどっちが勝つかも分かりませんし、リジェクトとしてもね、かなり油断のならないプレーオフになるんだろうなと思います。はい、頑張っていきます。ここからはスタッフから今節に関しての質問が届いておりますので、そちらに回答したいと思います。ジョニー選手のマリーザが出場した場合は、時々 JP の出場はありましたか？
これはですね、マノンだったら私の JP がランクまでね、芥川先生に揉まれてますので出るつもりでございました。マリーザはまず剣だね。今後イロさんにねスパして、ひとまずは剣の方がいいんじゃないかなということで落ち着きましたんで、ありがとうございました。勝利チームインタビューでチームリジェクトをやらなかったのはなぜですか。これはですね、様々な理由があるんですが、別に忘れてたわけじゃないんですよ、今回。正直なところ、ペナント前節を通じてリジェクト、調子が良かったんですよ。調子が良くてですね、そんなに僕としては、ストレスを溜め込むことなく、ここまで来れた。フードがね、しきりに今回言ってたんですが、今年のリーグは本当に楽させてもらった楽だったっていうことを言っていて、僕もなんていうか若干その考えに同意するところがあってですね、なんていうか一回ここで自分としてもストレスを溜め込む。そしてですね、これちょっと申し訳ないんですけど、ファンの皆さんにもここで一回一緒にストレスを溜め込んでいただくことで、そのストレスをプレーオフで爆発させようという、そういう狙いでですね、チームリジェクトをあえてやらないという選択を取らせていただきました。ここでね、ご安心してほしいのが、プレーオフで我々勝った暁にはですね、ちゃんと回収させていただきますんで、もう今からね、あれやりたいのにっていう気持ちをぜひ、高めていただいて、次回のプレーオフに臨んでいただけたらなと思います。はい、結果的に SFL 本節では JP の出番はありませんでしたが、これは時戸さんのキャラ変更当初の想定内でしたか。どっかで出せたらいいなとは思ってたんですが、想定外だったのは、思いのほかやっぱ剣で、リーグを通じて勝つことができたなというのは、そっちの方が予想、外でしたね。これから多分 JP の出番は出てくると思うので、引き続きね、ゆうせいさんの方もよろしくお願いします。本節を通じての時戸さんの自己採点をチームリーダーとして、そして選手としてそれぞれ100点満点でお願いします。チームリーダーとしては、90点ぐらいはいただけるんじゃないかなと思います。休んだ日は1日もないですね。この3年間ぐらい。それもチームリーダーとして選んでいただいたからには、いろんなね、チームへの貢献があるので、やらせていただきました。で、選手としては、60点かな。これは奇しくも僕がストリートファイター理由で稼いだ点数と同じ点数でございます。60点稼げたんで60点ぐらいいただけたらなと思います。チームによってはコーチを雇っていますが、本節中にコーチの必要性を感じたタイミングはありましたか。はい、これ言っていただいた方がやっぱりありがたいなと思います。今年はですね、これだけのメンツが4人揃っていればみんながコーチという認識でそれぞれやるという認識だったんですけど、やっぱね、いざ動いてみるとなかなかそのコーチというか他の人のプレーを俯瞰できる時間ってあんまりないな。自分のことやっぱり必死なんだよね。なのでそういう意味ではコーチというのはやっていただいた方がいいのかなと思います。ただこれ難しいのが、やっぱ一緒に戦わない仲間じゃないですか。プレーはストリートファイターリーグでどう頑張ってもできないので、ストリートファイターリーグに対する捉え方だとか考え方だとか熱量とかを同じくできるコーチっていうのをどううまくそこをやっていくのかっていうのは難しいですよね。特にリジェクトってなると本当にもう4人が4人、年齢も高いプレイヤーもいるし、レシャーはレシャーでね、本当に自分の強い考えを持ってるプレイヤーなので、うまくやっていけるコーチっていうのはなかなかどうしても難しいんじゃないかなと思いますね。はい。時戸さんの課題であるインパクト返しですが、本節を通じてあまり相手から打たれなかった印象でした。これについて時戸さんはどう思いますか。これ確かにね、あんまり打たれなかったですよね。いや、もっとね、ガンガン打ってくる
もんなのかなと思って、こっちも一応踏まえてはいたんですが、やっぱね、これにかけてるプレイヤーが多いっていうことだと思います。ストリートファイターリーグに対して。で、インパクトっていうのは返されてた時のリスクが半端ないので、そこに集結しちゃっていいのかなっていう考え方の人が多かったんじゃないかなとは思いますね。やっぱ怖い、打つのが。で、打たれてたから返せたかどうかは、まあそんなに自信はないよね。だからもっと打ってきていいと思いますよ、本当に。まあこっちもね、いろいろデバイス込みで対策してっから、今後の時戸さんの研究室にこうご期待ください。プレーオフの相手はイフサとゼータの勝者となりました。時戸さん個人としてはどちらと戦いたいですか？これどうなんだろうな。ライバル関係にあんのは多分ゼータの方ですね。っていうのは結構ね、他のe スポーツタイトルで決勝を争ったりしていることが多いんですよね。第五人格だとか、あと他のタイトルもね、確かあったと思うんだよな。そういう意味では、まあ、ゼータとリジェクトの試合は盛り上がるのかなと思いますね。とは言ってもね、イクサはゼータを最終節 40-0 で下してますし、両方備えないといけないというのが、まあ難しいところですがな。まあ個人的にはね、まあももちどうせ来ないしな、俺出ても。まあないね、これ。どっちと戦いたいとかないです。すいません。理由はここで言葉にして出してしまうと、そうじゃなかった方のプレイヤーが来た時に言わなきゃよかったなと思うから。だからありません。両方備えます。はい。ここからは最近のチームメイトの様子を私が皆様にお届けする。今回はレシャーレポートで行かせていただきたいと思います。まあレシャーはですね、なんというかまあ変わった人だなと常々感じさせるんですが、まあ、昨今ね、ストリートファイターリーグエドの活躍が目立つ中、本人もねものすごいクオリティの高いエドを持っているにもかかわらず、まあ、最近はねテリーの方にお熱と、まあ、テリーとね他のキャラも使ったりもしてるんで非常に、ね、すごいプレイヤーなんですが、まあ、レシャー的にはテリーでここまで勝てるってすごくないですかということをですねポロッと漏らしまして、レシャー的には自分のテリーに MVP あげたいですと。やっぱそのぐらいね頑張ってるし、あと人と違うことをやって評価されたいっていうのは多分本質としてはあるんだよね、彼の中に。でまあ今回ねテリーで非常にすごい活躍を見せたということで、皆さんねレシャーのテリーを褒めてあげてください。はい、以上レシャーレポートでした。はい、そして、今回も、スペシャルサンクスの、方々でございます。まずは、呪律界の伝説 SP さん、メグ5さん、ベティちゃん、ダルシムの青みのくんと、はるみくん、そしてあとは、リジェクトユースからエグトくんがですね1日来てもらって、こちら、マイセンね、やってもらったんでありがとうございます。ベガではネモさん、忙しい中ね SFL 終わってきていただいて、柳井くん対策付き合ってもらいました。そして、ラオヤムヤム、ハイハイシェイシェイ、そして、マリザ使いの、コンウイローさん、皆様のおかげでね、今回も勝つことができましたので、また引き続き、オンラインの方でも対戦当たりましたらよろしくお願いいたします。そして、次節はいよいよプレーオフでございます。私たちは12月14日に、イクサとゼータの勝った方と、対戦する運びとなりますね。まあどっちが勝っても、万全の試合ができるように準備を怠らずにこれから毎日、休むことなくやっていきますので、皆さんもね、プレーオフ我々勝った暁にはやらせていただきますんで、そちらを楽しみにしていてください。それでは本日はこの辺でまた。ありがとうございました。